ミルトンチャンネルです。今日はこのエブリィに実はもう見えちゃってるんですけども、キャンピングカーでも使われる 12V 用クーラーを取り付けました。その取り付けた映像がこちら。今回クーラーの室外機の取り付けは結構苦労しましたが、冷房能力 2500W と6畳用のクーラーより高いスペックのクーラーを取り付けることができて、夏が来るのが楽しみになりました。これまで車用網戸や車内用扇風機、スポットクーラークレクール3等様々な車中泊グッズを使ってきました。特に昨年購入したスポットクーラークレクール3は本体約 14kg と若干重いですが、クーラーの排気口さえきちんと確保できれば車でも家でも利用できるので、とても良い製品でした。このクレクール3、どうしても気になる点が1点あって、室外機なしで気軽に設置できる分、冷房能力が 800W と今回購入したクーラーの3分の1しか冷やす能力がないこと。今年は車をアイドリングすることなく40度超えの猛暑日でも快適に過ごせる冷房を取り付けたかったので、昨年からずっと探していました。その中で候補に上がったのが小泉ポータブルクーラーラクール 106,093 円。本体と室外機が分かれていて取り付けも簡単なのでとても良さげなのですが、商品の大きさが 52cm×46cm×46cm と結構大きく、重量も 18.8kg となかなかの重さ。冷房能力も 900W と低めで、炎天下急激には冷えませんと記載があったので設置が楽そうだったのですが、今回は購入を見送りました。そんな中見つけたのがこちら、ネックポッカ 12V クーラー、お値段5万円。こちらは送料24,000円。中国発送で納期が1ヶ月先になるので、私は Amazon プライムの方で注文しました。 Amazon プライムでのお値段72,000円。こちらは注文の翌日には届きました。こちらは 12V R134 ガス駆動でカーエアコンとほぼ同じ仕組み。そして冷却能力 2500W と部屋の6畳用クーラーを超えるスペックの高い冷却能力が決め手となって、こちらの製品をゲットしました。ネックポッカって読むんでしょうか。内容物は室内機、そしてこちらが室外機、ケーブル一式になっています。こちらの室内機の重さは約 4.3kg。 そんなに重くないですね。片手でも全然持てちゃうぐらいの重さです。でこちらの室外機の重さがかなり重くて 12.1kg あります。室内機横幅の一番この出っ張ってるところも含めて約50センチぐらい、そして縦も出っ張ってるところも含めると約34センチ、高さは約 15.5 センチぐらいですね。室外機のサイズは52センチ。真上から見るとこのように台形のような形になっていて、一番幅の広いところで測ってみると高さが約27センチぐらいありますね。上から見ていただくとこのように空洞がかなりありますので、これを分解して取り付けたりしてももしかしたら良いのかもしれないです。そしてケーブル類は取り付け用金具一式、あとはリモコン、そして電源ケーブルですね。これはおそらくコンプレッサーに電源を供給するケーブルのような気がします。そしてこれはエアコンのホースが2本、プラスチックチューブがついています。これで一式ですね。取扱説明書ですとか取り付けの説明書は一切ありませんでした。さすがにこれでは取り付けられないと結構焦りましたが、 Amazon ページから問い合わせるとすぐに返答があり、数時間も待たずに取説とマニュアルを送ってもらいました。また細かい質問にもきちんと返答してくれるので、そういった意味でも安心して取り付けることができました。実際に取り付けていきます。まずはクォーターガラス部分の内張りをすべて外していきます。この部分はすべて手で取り外せます。内張り上部は手で引っ張るだけで外れます。赤丸部を下に押しフックを外します。バックドア部分のフックも同様に外します。あとは手で引っ張れば内張りが外れます。室内機を置いてみます。クォーターガラスにぴったりのサイズ。
室外機は車体下のスペアタイヤを取り外して取り付ける予定。バックドア横のボルトを1本緩めるだけで取り外すことができます。フックに引っかかっているボルトを外せばスペアタイヤは簡単に取れます。スペアタイヤが引っかかっていたフックも全て取り外します。スペアタイヤを取り付けていた金具のステーは上部2箇所でボルトで固定されているだけなので、この2箇所を緩めてステーを撤去します。かなり広いスペースがここにできました。この大きな空いたスペースにエアコンの室外機をつけたいと思います。実はこのスペアタイヤついていなくても車検は通りますので自信を持って外しました。室内機にパーツを取り付けます。このパーツ刺さる向きが決まっていて刺し間違いがありません。六角ボルトで締め上げます。この固定を終えたら車体に取り付けます。取り付けに購入した材料がこちら。ターンナット F601、 ニッケルミニ金具 HK15。 ニッケルミニ金具は車体にぴったりフィットさせるためにバイスで曲げて使います。まずはバイスを机にセット。バイスで金具を挟み込んで曲げるだけです。こんな感じで簡単に曲がります。上下2本ずつ合わせて4本分曲げました。クォーターガラスの上部は裏から手が入らないので、今回ターンナットというものを買いました。これはナットの径が 5mm のものを購入しました。このナットの仕組みとしては、下穴を開けた部分にこのように穴に入れた後に自動でこのようにネジを押し込むとこのように傾くようになっていて、この部分で引っかかってうまく固定できるようになっています。そしてここで締め上げていくとこのように上の方に来てくれるので、手の届かない部分にもこのように締め上げてくれる便利なアイテムになっています。車体に穴を開ける前にこの断熱材が入っている部分を一旦全部外してみたいと思います。結露ですとかそういったもので錆びたりカビたりしていないかチェックしてみたいと思います。全然カビたりしてない感じですね。全然大丈夫そうですね。この断熱材を施工後、車内で鍋をやったり北海道の旅に10日間行ったり、かなり過酷な使い方をしていましたが、カビやサビ等は一切生えていませんでした。下穴を開けるためにスピーカーステーとシートベルト内張りを取り外しました。今回は天井の内張りは外さず、横から下穴を開けステーを取り付けます。ポータブル電源とステップドリルで穴を開けていきます。鉄粉が飛び散らないように穴を開ける部分に粘着テープを貼りました。ターンナットを仕込んでいきます。付属のドライバー式のビスではなくボルトを購入しました。ターンナットを設置していきます。これで設置完了です。で、この一度セットしたターンナットはこのように外れないというのが弱点らしいんですけれども、これを実は外す方法を見つけました。六角のレンチの一番細いものですね。これを横を少し押し気味にしていただくとこのようにまっすぐになりました。で、このままキープしたまま抜いてあげるとこのように取れます。どういう仕組みでなっているかというと、このような細い針ですとかそういったもので少し横から入れていただくと、このように押していってこのような状態を保っていただいて、そのまま下にスライドしてあげればこのまま抜くことができますんで、ターンナットが取れないということはなくなります。バイスで曲げた金具を仮設置してみました。窓に干渉することなくがっちり固定されています。この金具を室内機に取り付けます。指で刺している室内機の穴4箇所を利用し固定していきます。このステーは縦に隙間があるのでネジ穴の位置を自由に変えて固定することができます。反対側も同様に固定、レンチで締め上げました。両側ともステーを取り付けたので車体に合わせます。ターンナットを仕込んだ方をボルトで固定し、反対側にも穴を開けていきます。穴開け位置はステーをつけた状態で穴の位置を決めていきました。鉄粉が飛び散らないよう養生して穴を開けていきます。穴が開いたらバリを取り、ホルツのカラータッチペンで錆び止めをします。このタッチペンきれいに簡単に塗れました。ターンナットを仕込み M5 のボルトで固定します。室内機上部を固定できたので下の部分もステーで固定していきます。
ボルトで留めるのは M5 の 15mm のものをここで接続します。ここからここまでの長さが足りないので HK10 というミニ金具です。ここに曲げ加工してつけていきます。バイスを使えば簡単に曲がります。反対側も同様に曲げて取り付け、ステーを仮設置してマジックで印をつけたら穴開けをします。では穴を開けていきます。今度は下からこのように手が入れられるので、ターンナットは使わずに普通のナットを使ってここに仕込んでいきたいと思います。穴を開けようとしたんですけれども、この部分がここに干渉してしまって斜めになってしまうので、極短のドリルバーを使って穴を開けていきます。この2本を比較すると長さが全く違います。この極短のドリルバで穴を開け、ダイソーヤスリでバリを取ります。反対側も全く同様に穴開けしました。こちらもタッチペンで錆止め。タッチペンを塗った部分なんですが、3分ほどで完全に乾きました。乾くのも早いです。 M5 15mm のナットで締め上げていきます。延長したステーも M5 ボルトで固定。反対側も全く同様の手順で固定しました。このようにがっちり止めることができました。車の運転で揺れたりしても問題ないような感じにがっちり取り付けられました。ここの部分の隙間も2センチから3センチほどは空いてますので、こういった金具が当たるということはまずないと思います。ゴムのパッキンがあるんですけども、これより中には入っていかないようになっているので、窓ガラスはこれで安全です。そしてこれが真横から見た図なんですが、実はここにドレンがあって、この斜めにここに水が溜まるということなので、ここに水が溜まらない仕組みをエアコンの室内機の本体に細工をしたいと思います。カバーを外すために8箇所のビスを外していきます。ビスを外し終えたらカバーを引き出します。あると取れます。この部分にコネクターが刺さっているので、このコネクターをすべて抜いていきます。引っ張るだけで外れますので、左右に揺らしながら外すと外れやすかったです。そしてこれは押しながら外すと外れました。コネクターはすべて赤丸の基板の部分に刺さっています。室内機の排水の加工にはどこにでもあるクリアファイルを使っていきます。この室内機の角にクリアファイルで傾斜をつけ排水できるような仕組みにします。クリアファイルをカッターでカットしていきます。この半円の隙間は邪魔なので、ここごと切り取ってしまいます。この部分も邪魔なのでカットします。これでこのようになったんですけれども、ファイルの折れ目部分も邪魔なので切り落とします。これで2枚のクリアファイルの状態になりました。室内機の傾斜部分にファイルを固定していきます。このクリアファイルの固定にはダイソーで買ったアルミテープを使います。2枚のクリアファイルを貼り合わせ、1枚として連結します。クリアファイルを貼り合わせたら、冷風吹き出し口より低いところにセットします。両端の長い部分は印をつけて切り落とします。切ったファイルを室内機にセット。縦半分にカットしたアルミテープで貼り付けていきます。接着面を上にしたアルミテープにファイルを乗せて貼ると貼りやすいです。はい、アルミテープを貼ったものをひっくり返して貼っていきます。この黒の吹き出し口のギリギリのラインを狙って貼り付けていきます。いけた。残りの部分は後からテープを貼りました。これで傾斜がついていて、ドレンの位置がこことここに2箇所あるんですけども、どちらから行ってもこちら側に水が流れるように細工できました。赤丸4箇所のコネクターにケーブルを挿して室内機のケースを戻していきます。戻すケーブルは4本とも形状が違うので差し間違いがなくて安心です。ケーブルを接続し終えたらカバーを戻します。この傾斜をつける作業、
私は室内機を車体に取り付けた後、この作業をしましたが、室内機を斜めに取り付ける方は最初にファイルを仕込んでいただいた方が楽に取り付けできると思います。はい、それで排水パイプなんですけども、こことこちら側の2箇所にあって、どちらか一方生きてればいいらしいので、こちらは最初から塞がれていたんですけども、こちらのみを排水として、ここから排水パイプをこのように出して外に出そうと思います。水の流れなんですけども、ここに向かって斜めにクリアファイルを仕込みましたので、ちょうどここで綺麗に流れてくれると思っています。次に室外機を取り付けていくのですが、その前に車体下を軽く洗います。車体下の錆止め塗料、シャーシブラックも塗っていきます。この辺り一面に塗っておきたいと思います。シャーシブラックで一応全部塗ってあります。結構ピカピカになっていい感じです。クーラーの室外機を仮置きしてみます。今回もジャッキアップせずに取り付けるので、ホームセンターで W8 分の 3×200mm の1本108円のボルトを購入しました。このボルトをいつもフラット床で使っている指示足のボルトと交換。こうすることで約30センチほど持ち上げることができます。この長くなった指示足を使って室外機を持ち上げます。この指示足は2本ずつセット。こうすることで簡単に持ち上がります。この室外機はコンプレッサーを下側にセッティングする必要があるので、室外機のファンは上向きになります。車体とファンの間に隙間が必要なので、このようなセッティングになります。高さを変えるときはこのようにボルトを回すだけで高さが変わります。仮置きしてみたんですけれども、少し揺れただけでこのように当たってしまうんですね。これちょっと怖いんで、室外機は分解して取り付けることにします。私のエブリィは車体が小さいので、バンパーの下から室外機がはみ出たり、ファンを下向きにつけれないという欠点がありましたので、室外機を分解して組み直すことにしました。ここで分解をしてみる前に、車種によっては室外機を分解せずクーラーを取り付ける方もいらっしゃると思うので、まずは2本のホースを接続してみます。室外機とエアコンのホースの接続なんですけれども、このコネクターが独特の形状をしているので、間違うことなく接続することができます。接続の場所なんですけれども、2箇所ありまして、まず1箇所はこの部分、そしてもう1箇所は室外機内部にあります。ホースを取り付けるため上部のカバーを外します。接続部についている金属カバーも外します。10mm のレンチで外れます。青丸の黒いゴムカバーも外します。このゴムカバー結構外しづらいのですが、このゴムに細いマイナスドライバーを挿して外しました。ゴム管が外れたらホースを接続します。これが挿せるのは1本のみなので、間違えることなく接続できます。ホース付属の留め具を室外機にセット。先ほどついていたボルトで締め上げれば OK です。続いて室外機側面から出るホースも接続します。これはプラスチックキャップとゴム管を取り除き、ナットのついたホースを締め上げるだけで OK です。室外機を分解されない方はこれだけで接続 OK なので、比較的簡単かもしれません。室外機を分解していきます。青丸4箇所のボルトを外すとファンが外れます。このボルト空回りするので、裏からレンチを当てて外しました。これがコンプレッサーなんですけども、コンプレッサーと冷却ラジエーターの部分の接続のホースも外します。はい、外れました。これでラジエーターが外れます。ファンとコンプレッサーをつないでいるケーブルも外します。これはカプラーの爪が外しづらかったので、マイナスドライバーで外しました。次にコンプレッサーも外します。コンプレッサーは4本のボルトで止まっています。コンプレッサーのホースは上を向いていないと中のオイルが漏れてくるので、この点はご注意ください。このコンプレッサー単体の重さは約 5.6 キロ、そこそこ重いです。ファンとラジエーターの重さは約 3.5 キロ。室外機を分解して取り付けるために空き箱と段ボールを使ってダミーのステーを作りました。完成した仮のステーにコンプレッサーを設置してみます。ホースの接続部分を上向きにしてるんですけども、実はこれ下向きにするとここからオイルが漏れてくるので上向きにしてあります。ナットがあるんですけども、この部分のナットを緩めて
この部分を回転させてあげれば、ここを上向きにセットすることができます。真上から見るとこのような感じ。横からケーブルが出ているので真横のスペースは空けています。またこのコンプレッサーは熱を持つらしいので、側面4箇所から熱が逃げるようにしました。コンプレッサーのホース接続部分はホースが車体に干渉しないようにコンプレッサー上部にスペースを空けています。実はこのステーを作成するにあたってコンプレッサーをこの向きで取り付けたかったのですが、赤丸を上の方に向けて取り付けるとエアコン内にオイルが入り故障の原因になるそうなので、赤丸を下向きに取り付けることにしました。そしてもう一度真上から見ていただくと、このようにこのコンプレッサーの本体が真ん中にセッティングはされていません。これは真ん中にセッティングをしてしまうとこのケーブルに干渉してしまうから、このような形にしてあります。で、横から見ると横にボルトが入っているんですが、上にゴム付きの防振ナットが入っています。この部分にも穴を開けて4箇所で固定するような感じにしたいと思います。穴を開ける位置にボールペンで印をつけ穴開けをしました。横から見るとこのような感じで固定されます。この型通りに鉄の鋼材を組み上げることができれば、なんとか取り付けられると思います。この型のサイズは縦20、横22、高さ23センチなので、これに合う鉄材をホームセンターで探すことにします。室外機のファンの方も同様にダミーを作成しました。実際に車体に合わせてみます。はい、床下に仮固定してみました。これだったら取り付けても他の部分に当たったりですとか、そういったこともなさそうなので大丈夫そうですね。かなりここも隙間ありますし、この辺りもどこにも触れない感じになってますので、これだったら問題ないかと思います。材料を探してホームセンター港南へやってきました。購入した材料がこちら。コンプレッサー部分のステーの材料費合計4103円。実はこの材料の選択に失敗していて、後ほどもっと簡単に安く作れる方法に気づいたのですが、先に失敗例もご覧いただきます。まず港南のエアコン部材コーナーに行き、L 型ブラケット LB3UN 片穴40タイプというのを購入しました。これを作ってきた型と合わせるとぴったりなサイズ、赤丸2箇所さえカットすれば使えそうです。コンプレッサーとステーを固定する底板は 2x4 コーナーで見つけました。これを型に合わせてみると1箇所ほんの少しカットすれば使えそうです。支柱の部分も 2x4 コーナーで見つけました。こちらも型と合わせてみると1カットで使えそうです。車体と固定する部材も 2x4 コーナーで見つけました。こちらはボルトで留めるだけで固定できそうです。ホームセンターは金属加工不可のお店も多いのですが、ホームセンター港南は金属加工 OK の店舗もあります。料金は1カット55円。私の行った店舗ではお客様自身での使用は無料とありましたので、高速切断機をお借りして自分でやってみることにしました。加工コーナーではメジャーやボールペンもお借りできました。持ってきた型に合わせボールペンで印をつけていきます。あらかじめ型を作っているので作業がスムーズに進みます。底板は直接ステーに乗せ印をつけました。カットする前に革手袋をつけます。私の行った店舗では安全メガネと革手袋も無料でお借りできました。店員さんに切断機の使い方を教わり作業していきます。切断するアングルを機械にセット、ストッパーを下ろしボルトを回して材料を固定、材料が動かないことを確認してから切っていきます。高速切断機の電源を入れます。切断機の回る速度が安定したら切断開始です。同じ要領で全ての材料をカットしていきます。板状の材料は板を縦にセットして切っていきます。切断を終えたら電源を抜きます。切断面のバリは危ないのでバリ取りをします。バリ取り機も無料でお借りできました。革手袋をつけバリを取り除いていきます。きっちりバリ取りをしたので手で触っても怪我をすることはありません。切った材料を仮組みしてみます。コンプレッサーを仮で置いてみました。横から見るとこんな感じですね。干渉するところもないのでいい感じな気がします。ホースが来る位置の高さもきっちり確保しました。固定する位置にマジックで印をつけ穴を開けていきます。バイスで固定してあります。
両方とも穴が開きました。穴が開いたらステーを重ね合わせ、もう一方にもマジックで印をつけていきます。2枚のアングルとも穴が開きました。その他の部分にも穴を開けていきます。底板を合わせ、マジックで印をつけて穴を開けていきます。ステーの固定には M815mm のボルトを使用。錆対策を考慮し、ステンレス製のものを使用しました。底板固定はステンレス M510mm ボルト6本を使用しました。ステーの柱も取り付けていきます。穴が小さい柱の部分はドリルで穴を拡張して固定していきます。この横の部分もステンレス M815mm のボルトで固定。ワッシャーを入れ、きっちり締め上げました。組み上がったステーにコンプレッサーを仮置きしてみます。問題なく使えそうなので、コンプレッサーを固定する穴に印をつけ、ステップドリルで4箇所穴を開けました。このコンプレッサーもステンレスボルトで固定します。実はこの後、車体と固定する金具を取り付けたのですが、これが大失敗でした。実際に車体に取り付けてみると、本来は赤丸部分から手を入れて、青丸部分でボルト固定を試みたのですが、実際はコンプレッサーが邪魔になってうまくボルト固定できません。この課題を解決すべく再度港南へやってきました。そこで見つけたのがこのメッキアングル 40L1800、 お値段938円。これはもともとエアコンの取り付け部材なのですが、今回の施工にはぴったりの材料でした。実はこのアングル 1.8 メートルあり、カットして使えば約2本程度でステーを完成することができます。先ほど取り付けに失敗したアングルと交換していきます。このアングル、短い方が20センチ、長い方が30センチでカットしています。このアングルのもう一つの利点は、ボルト用の大きな穴が最初からすでに開けられていること。このおかげでドリルで穴を開ける回数が格段に減ります。このアングルは 2x4 用のアングルよりやや重いのですが、ステーの製作時間も減り、費用も安くなるので、個人的にはかなり気に入りました。コンプレッサーとステーをつけた状態の重さを測ってみました。重さ約10キロ。スペアタイヤの重さとほぼ同じです。車検はプラスマイナス50キロの増減が認められているので、これなら車検も通りそうです。このコンプレッサーを車体に取り付けていきます。ちょうど車軸の上に仮置きできたので、その部分に置いています。ちょうどこの辺りに M8 ボルトが通る穴を8つ開けて、ステンレスボルトで固定する予定です。穴を開ける位置は白い修正テープで印をつけました。ステップドリルで穴を開けていきます。一旦穴が開いたら上からも穴を拡張します。上から穴を開けると樹脂がくっついてきます。粘っこい樹脂ですね。これちょっと面白いですね。合計8箇所に穴を開け、ボルトで吊り下げていきます。使用するのはステンレス M830mm のボルト。このボルト固定、やり方は良いのですが、一点弱点に気づきました。それは先ほどの粘ついた樹脂でナットがめり込んでしまうこと。この弱点を解決するために、ホームセンターで角座金を購入。この金具、広い面積で床と密着するので、がっちり固定できます。これに加え、M822mm のワッシャーも床上部に追加。運転中にボルト等が緩むことがないように施工しました。こちらのステー、高さを20センチ以上確保しているので、取り付け後も全てのボルトにアクセス可能。このステーを取り外さなくても、ボルトの増し締めやメンテナンスをできるようにしました。これで限られたスペースにコンプレッサーを設置できました。室外機のファンも取り付けていきます。実はこちらも失敗と試行錯誤の連続でした。固定に使うのは先ほども使用した L 型金具 40L1800。今回は失敗することを想定して、あらかじめ高難で様々なサイズにカットしていました。失敗例から先にご覧いただきます。これは縦50、横40、高さ20センチのステーを組んだもの。こちらは実際に車に合わせてみると、高さが高すぎてホースや電源を設置しづらかったので却下としました。次に失敗したのがこちら。縦55、横40、高さ20、同じく高さ15の台形のもの。この台形にしたのには理由があり、
私のエブリィはバンパー側の赤丸の箇所が高くなっていて、この高さを調整するために台形にしたのですが、青丸2箇所のステーがホースに干渉してホースの取り付けができなかったので、こちらも却下としました。次に青丸2箇所のステーを外し、高さを10センチにしてみたものをご覧いただきます。高さ10センチにしてしまうとホースが干渉して配管できなくなってしまいます。なので今ここの高さを10センチにしてるんですけど、これを15センチに取り替えます。最終的に成功したのがこちら。はい、両方の高さを15センチのものに交換しました。このようにすんなりホースの向きを変えることができるようになりました。反対側の青丸2箇所は高さ10センチに設定しています。側面のステーが一部配管に干渉していたので、この部分も穴を開けて配管に干渉しないようにしました。完成したファンとステーの重さを測ってみます。約 6.6 キロ、この半分近くがステーの重さです。配管や配線をしやすくするためリアバンパーを外します。リアバンパーは青丸9箇所のビスを外せば取り外すことができます。バンパーを外してしまうとこのように広い空間が取れるので、もしこの作業をされる方はバンパーを取り外して作業されると少し楽に作業ができると思います。室外機のファンを取り付ける前にホースを配管します。取り付けるのは赤丸部分、この黒いゴムキャップを取り外して取り付けます。取り付けるのはこのホース。接続金具が仕込まれていて取り付けミスがないので安心です。接続はこの部分にホースをセットしボルトを締めるだけです。ホースの配管が終わったらファンを設置します。ファンの取り付けは元からある穴を利用します。この穴にホームセンターで買った M8 のターンナットを仕込み固定していきます。穴が多少小さかったのでステップドリルで穴を拡張しました。リアバンパー前の部分にもナットを仕込みます。実はこの部分、中が空洞になっていて片手が入るぐらいのスペースがあるので、手の届く範囲には普通のナットを仕込み、手の届かない部分にのみターンナットを使います。この部分にも車体に穴を開けました。これらの穴はタッチペンとシャーシブラックで錆止めをしておきました。ターンナットを仕込んでファンを固定していきます。リアバンパー前はターンナットを1箇所のみ仕込みました。ファンを M8 ステンレスボルトで固定しました。ファンの上部には空間が結構空いています。この部分はホースや電源ケーブルの配線に利用するためにあえて広くしています。赤丸部分にホースを配管していきます。ホースを差し込んでボルトで留めるだけの作業です。ファンをつなぐケーブルも接続します。接続先はコンプレッサーから伸びています。この紫の接続カプラーは専用品なので接続ミスがありません。その他の2本の電源ケーブルも配線していきます。このケーブルそれぞれ専用端子が仕込まれていて接続ミスがないので安心して配線できます。コンプレッサーから出ているケーブルをすべて接続していきます。端子を挿すだけで OK なのでとても簡単です。コンプレッサーには 25A のヒューズが仕込まれています。このヒューズ防水されていないので防水処理をします。この防水に使うのはダイソーの自己癒着テープ。このテープ電線の絶縁や水道管の補修に使われていて、施工した後はテニスラケットのグリップのような食感になってテープを剥がす際にもベタつかないのでとても気に入っています。このテープを使って電源ケーブルやヒューズをすべて防水処理しておきました。クーラーのホースも配管していきます。こちらも専用金具のボルトを回すだけなのでとても簡単です。電源ケーブルはリアバンパーの前の空間に入れていきます。この空間、ケーブルが中に入ってくれるのでとても便利です。車内下の配管はこのように行いました。ケーブルやホースは耐高性結束バンドで全て固定。車の振動で車体に干渉しないようにしました。ラジエーターの上部も全て結束バンドで固定しています。車内に配管する前に断熱材を一旦除去します。これらのケーブルやホースを車のテールランプの部分から引き込んでいきます。この部分には2箇所の穴が開いていて、ケーブルもホースも全てこの穴から車内に引き込めるのでとても便利でした。バンパー下からホースを引き込む際、一部ホースが干渉しましたので、この部分はステップドリルで穴を開け、ホースやケーブルが干渉しないようにしました。
この部分に穴を開けてケーブルやホースを配管していきます。穴開け時に鉄粉が飛び散らないよう配管スペースに粘着テープで養生しました。ステップドリルで穴を開けます。ダイソーの軸付き砥石でバリ取り。この後養生をチェックしてみたところ、大量の鉄粉が出ていました。さすがにこれだけの鉄粉があるともらい錆の原因になるので、もしこの施工をされる方は養生して施工するのをお勧めします。錆止めにタッチペンを塗っておきました。また切り口で配管を傷めないようホームセンターで溝ゴムを購入。このゴム結構簡単に配置できました。そしてこのエアコンのホースは緑色のオーリングがついていますので、これをここに差し込むだけで OK です。これは2本ありますので、太い方を上の方に刺していただいて、細い方は下の方に刺します。このホースは刺さる形状が決まっているので、刺し間違いがなく安心して作業できます。ホースやケーブルを配管していきます。ホースやケーブルの刺さる場所は決まっているので、スムーズに作業が進みます。ホースを取り付け終えたら金具で締め上げます。余ったケーブルとホースは車の壁へ収納しました。排水ホースも取り付け、他のホースと同じ穴から車外へ出しました。排水がスムーズに流れるようになるべく直線的に配管しました。すべての配管を終えたので冷媒ガスを入れていきます。ガスの注入にエアコンガスチャージ真空ポンプ2点セットを楽天で購入しました。開封していきます。内容物はエアコンガスチャージキットと真空ポンプ取扱説明書、そして真空ポンプ用オイルです。エアコンガスは Amazon で購入しました。 HFC134A ガス5缶セット2960円です。このガスは3本あれば事足りるようですので、今回はこの2本は使わずに保管をしておきたいと思います。チャージキットを組み立てていきます。ケーブルはこのように色分けされていて、青は青の部分に、赤は赤の部分に、黄色は真ん中の部分に刺します。手でネジを締め上げるだけなのでとても簡単です。この赤いホースは高圧側、青いホースは低圧側につないでいきます。そしてこの黄色いホースは真空ポンプのこの部分につないでいきます。次にこの赤いケーブルと青いケーブルに R134A のカプラーを取り付けていきます。これも色で指定してあるので付け間違いがありません。キャップを外し、ここに回して取り付けるだけです。ちなみにこの高圧ホース側のカプラーと低圧ホース側のカプラーですが、このように大きさが若干違うので付け間違いをすることがありません。そしてこれは差し込むだけでこの部分が動いてカチッとはまる仕組みになっているので、取り付けミスもありません。 HFC134A のガスにはこのエアコンガスチャージキットについていた缶切りバルブを使います。まずこれを外して、このセットする際にこの平らになっている面をこのようにしてセットします。そしてこの横にかけてここで固定するような感じですね。こちら側に押すと固定できるようになりますので、これで固定できました。次にこの灰色の部分に針で穴を開けていきます。この針のついたバルブは黒いゴムが仕込まれていて、ゴムの部分を缶と密着させることで上から穴を開けてガスを注入する仕組みになっています。この針は上のノブを回すと針先が出る仕組みになっていて、これでこの横の部分からエアコンにガスを送る仕組みになっています。はい、こちらの真空ポンプですが、このオイルが入っていないと真空引きできないようですので、この部分からオイルを注入していきます。オイルを入れていきます。増え方がすごくゆっくり増えていきます。満タンになったら給油キャップを閉めて吸気口のバルブを緩めます。次に電源をオンにして30秒間駆動させます。ちょうど30秒間駆動させました。これでもしオイルが減っているようであればオイルを足す必要があります。次にこの吸気キャップを閉め、再度約1分間稼働して油量計を確認します。1分経ったので止めます。油量計を確認します。ほんの少し油量計が減っています。時間が経つにつれオイルの量がどんどん減っていきます。規定量ではあるのですがやや少なめなので、残ったこのオイルを足します。ちょうどマックスになったので、ここでストップして給油キャップを閉めます。
オイルの残りはほんのわずかになりました。はい、それでは真空引きしていきます。まずはすべてのバルブを閉めた状態で接続していきます。まずファンの隣にあるバルブキャップを外します。次に高圧カプラーを取り付け、これは差し込むだけで接続できます。次にコンプレッサー側の青いキャップを外します。外れました。この部分に何のお手伝いをしましょうか。この部分に青い低圧カプラーのバルブをつけていきます。こちらも先ほどと同様差し込むだけで接続できます。はい、差し込み終わりましたので、このように引っ張ったりしても抜けることはありません。次に赤丸の吸気口バルブを緩め、黄色のホースを接続します。次に高圧、低圧、真空ポンプすべてのバルブを開けます。すべてのバルブを開け終えたら20分間真空引きします。電源を入れて真空引き開始です。20分以上真空引きを続けたら、黄色の真空ポンプのバルブを閉めて電源を切ります。圧力計は両方ともマイナス30を指しています。このバルブは開いたままです。そして20分程度放置します。この20分の放置はエアコンの配管からの空気漏れをチェックするために行います。20分後、圧力計に変化はないのでガスを入れていきます。続いて真空ポンプから黄色いケーブルを外す際に空気漏れを防ぐために全バルブを閉めました。すべてのバルブを閉め終えたら真空ポンプのケーブルを外します。冷媒ガスに缶切りバルブをセット。缶切りバルブを取り付け終えたら黄色いバルブをセットします。黄色いケーブルをセットし終えたらバルブ上部を回し、針で缶に穴を開けていきます。缶に穴が開いたらバルブ上部を緩め、穴に針がない状態にします。続いてガス管とつながっている黄色いノブを外します。このノブを取り外すと真ん中にボタンがあり、この小さいボタンを押すことでケーブルを真空ポンプから外した時に入った空気をガスで押し出すことができます。実際にエア抜きしてみます。空気が抜けると冷たいガスが出てきました。これでエア抜きの完了です。続いて低圧バルブを緩め、低圧側からガスを入れていきます。これは高圧側から入れてしまうと逆流して缶が破裂する可能性がゼロではないとのことなので、安全最優先で作業しました。1本目の缶は10分程度で入れ終わりました。1本目の缶を入れ終えたら全てのバルブを閉めた状態にします。次に2本目のガスを入れる前に電源をつなぎ、クーラーが使える状態にします。クーラーの電源を入れ駆動させます。缶を2本目に交換し、ガスを入れていきます。交換方法は1本目と全く同様の手順です。2本目のエア抜きも忘れずに行います。エア抜きが終わったら低圧バルブを緩め、ガスを入れていきます。クーラーをチェックしてみました。はい、2本目注入途中なんですけども、かなり冷たい空気がここの部分からもう出るようになりました。車内の気温は 28.3 度、湿度 52%、冷風吹き出し口の温度 10.8 度。2本目のガス注入途中ですが、すごく冷えてきました。ちょっとこれだいぶテンション上がりますね。すごい冷たい空気が出てて、すごいいい感じです。ちょっとだいぶ苦労して取り付けた回がありました。今2本目を注入し終えてる途中なんですけども、温度が25度まで下がりました。湿度も 39% まで下がっています。2本目のガスを注入を終えたら全てのバルブを閉めていきます。今までと全く同じ手順でガス管を3本目に交換します。黄色いホース内の空気も忘れずに抜きます。低圧バルブを緩め、3本目のガスを入れていきます。このエアコンを駆動させながらガスを充填していくと、クーラーの内部までこの冷媒ガスがきちんと入っていくそうなので、このやり方でやっています。3本目の注入を終えたら全てのバルブを閉めて管を取り外します。冷風吹き出し口の温度は最終的に 9.1 度まで下がっていました。このエアコンの室外機の音量は家庭用エアコンの室外機とほぼ同じぐらいの音量だと感じました。室外機ファンの表面温度は約 33.5 度、コンプレッサーの表面温度は約 27.8 度でした。まだ夏本番ではないので、気温がもっと暑くなってきたら再検証したいと思います。
このエアコンにはリモコンもついていて、電源のオンオフ、温度や風量の変更等問題なく調節できました。ガス管3本注入後のエアコンのガス圧をチェックしてみました。低圧側約 5.2、 高圧側5。私の施工の仕方が悪く、低圧高圧の圧力バランスがアンバランスになっています。販売元のネックポッカから送られてきた推奨圧力は低圧 2.5 から3、高圧9から12となっています。この圧力差を解消するためにエアコンを駆動させると、高圧側が高く低圧側は低くなるのですが、この値は安定せず、エアコンを切ると元のこの状態の圧力差になってしまいます。現状クーラーはよく冷えているので問題はないのですが、この件に関して詳しい方がいらっしゃればコメント欄等で教えていただければ幸いです。ガスチャージキットを取り外します。ホースを取り外す前に全てのバルブが閉まっていることを確認して取り外します。ガスのカプラーは引っ張るだけで外れます。プラスチック保護キャップを戻します。低圧カプラーも外します。これも引っ張るだけで外れます。受けました。すいませんでした。こちらも保護キャップを戻します。チャージキットのホースをすべて外します。高圧側には多少ガスが残っていました。結構ここにガスが多少残っていましたね。この一連の作業、安全メガネ、手袋着用で行いました。また今回 Apple Watch をつけて作業していたのですが、ご覧のようにケースがバキバキに割れてしまいました。腕時計等は外して作業された方が良さげです。車の壁から外した大量の断熱材を戻していきます。内張りやシートベルトも全て取り付け直しました。今施工してみて気づいたんですけど、私ここに穴を開けたんですけど、これだけ隙間が空いてるならこの部分からホースを下に流して、そしてこの横の部分を通せば下にホースが入ったんじゃないかと思います。電源ケーブルは内張りの隙間から出しました。車中泊での使用を想定し、調理器具を配置してみました。実際に座ってみてもほとんど圧迫感を感じないですね。最初セッティングしてみるまでどうかなと思ってたんですけども、ちょっと違和感を感じないですね。かなりいい感じです。これだったら料理を作ったり食べたりデスクワークをやったり全然違和感ないですね。ここからの冷気が出てくるので体も冷やされやすくてかなりいいんじゃないかなと思います。身長172、中肉中背が寝てみるとこんな感じ。これなら楽に寝れます。頭をこちら側にしてもこちら側にしてもどちらでも楽に眠れると思います。運転席から後部座席を見るとこんな感じ。車体下はこのようになっています。今回スペアタイヤを取り外してしまったので、万が一に備えて電動の超コンパクト空気入れを買いました。こちらは Amazon で最安値でした。使い方はとても簡単。この部分にネジで締め上げホースをつけます。タイヤのバルブを外し、これを取り付けるだけです。取り付けると現在の空気圧が分かります。後ろタイヤは230キロパスカルなので、このマイナスプラスボタンでに合わせてこの M ボタンを押すだけです。設定した空気圧になると自動で止まってくれます。おそらくこれ空気をこのバルブを取り外す時の分を合わせておそらくプラス5になってるんですけども、ちょうど230から235で入れたかったのでちょうど良かったです。これは車の中に常備しておきたいと思います。このエアコン、ステーやチャージキットを合わせても総額約9万円程度で取り付けできました。取り付けも大変でお値段的にもやや高めなのですが、冷房能力 2500W と6畳用クーラーとほぼ同じですので、個人的には取り付けて本当に良かったなと感じました。これから夏本番でさらに暑くなりますので、電力消費等は改めてお伝えさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。